地球にとって太陽は生命の源。太陽は毎日の生活に欠かせない存在ですが、その光がなくなったら地球はどうなるのでしょう。もし太陽が突然消えたら私たちの生活はどう変わるでしょうか。太陽は私たちの銀河系の中心にある一般的な星ですが、その大きさは地球の約109倍にもなります。表面温度は約5500度、中心部では1500万度にも達します。そして地球からは約1億5000万キロメートル離れています。これらの数字は想像を絶するものですが、太陽がなければ地球上の生命は存在することはなかったでしょう。では、太陽の光と熱が地球にどのような影響を及ぼしているのでしょうか。まず、太陽の光は地球上の気候を形成し、四季の変化をもたらします。太陽光が地球の表面を温めることで、気温が上昇し、季節が変わるのです。この温度の変化が地球上のさまざまな生態系に影響を与えています。また、太陽のエネルギーは海流や風のパターンを形成し、地球の気候システムを構築しています。このバランスが崩れると、気候変動や自然災害のリスクが高まります。要するに、太陽は地球上の生命を支え、私たちの生活を豊かにする重要な役割を果たしています。太陽の存在なしには、地球は全く異なる場所になっていたでしょう。もし突然太陽が消えたら地球上で何が起こるでしょうか。まず太陽が消えると地球は真っ暗になります。しかしこれは即座に起こるわけではありません。実は太陽からの光が地球に到達するのには約8分20秒かかります。そのため太陽が消えてからも約8分間は何も変わらないように見えます。そして太陽の光が消失すると星や他の天体の光だけが空に残りますが、それも夜空に輝く星々の光だけになります。太陽の光がなくなると昼間でも星空が見えるようになるのです。次に地球の温度は急速に下降し始めます。太陽からの熱がなくなると地球表面の平均温度は急激に低下し、数日以内にマイナス数十度に達します。最初に影響を受けるのは大気と地表ですが、やがて地球全体が凍りつき始めるでしょう。また、太陽がなくなると地球の磁場にも変化が生じる可能性があります。太陽風がなくなると地球の磁気圏は変化し、宇宙船や微細な宇宙人の影響をより受けやすくなります。このように太陽が消えた直後に地球で起こる変化は、私たちの生活に及ぼす影響は計り知れません。太陽は地球上の生命にとってまさに生命線なのです。太陽が消えると地球上の植物にはどのような影響があるのでしょうか。この段階での最大の変化は光合成の停止です。植物は光合成を通じて太陽の光エネルギーを化学エネルギーに変換し、これを使って酸素と栄養素を生成しています。しかし太陽の光がなくなるとこの過程は停止します。これは地球上の酸素の主要な供給源が途絶えることを意味し、すべての酸素呼吸を行う生物に深刻な影響を与えます。光合成が停止すると植物は成長を止め、やがて死に至ります。植物が生きている間に蓄えられた栄養素はある程度の時間は持続しますが、それも長くは続きません。植物は私たちの生活環境を整える上で重要な役割を果たしています。植物は空気を浄化し、水の循環を促進し、土壌を保持します。これらの機能が失われることで生態系のバランスが崩れ、生活環境は激変します。太陽が消えた世界では動物たちにも深刻な影響が及びます。植物の死滅は食物連鎖の基盤を揺るがし、動物たちの生存戦略に大きな変化を強いることになります。まず、草食動物にとっては、
食料源の消失が直接的な脅威となります。彼らは通常、草や葉、果実などを食べて生きていますが、これらが利用できなくなると、生存のために別の食料源を見つける必要があります。しかし、そのような代替食料は容易には見つからないでしょう。その結果、多くの草食動物は餓死するか、栄養不足に陥る可能性が高いです。次に、肉食動物もまた、食物連鎖の崩壊の影響を受けます。彼らの主な獲物である草食動物が減少すれば、肉食動物もまた食料を見つけるのが困難になります。このような状況では、一部の肉食動物は小型の獲物や昆虫、果物などに頼るようになるかもしれませんが、すべての種が適応できるわけではありません。また、環境の急激な変化に適応できる動物とできない動物には明らかな違いが出てきます。特定の環境や食料源に依存している動物は生存が難しくなるでしょう。太陽が消えた場合、地球の海洋にも甚大な影響が及びます。太陽の熱がなくなると、海洋の温度は急速に低下し始め、これが海流のパターンを大きく変えることになります。海洋温度の低下は、まず表層水から始まります。水温が下がると、海洋の水は密度が高くなり、深部へ沈み込みやすくなります。これにより、海洋表層と深層の間の循環が変化し、海流のパターンが変わります。海流は、海洋の温度や塩分濃度の分布を調節し、地球全体の気候に影響を与えるため、この変化は地球規模での気候変動を引き起こす可能性があります。海洋生態系への影響はさらに深刻です。海洋プランクトン、特に光合成を行う植物プランクトンは太陽光がないと生存できません。プランクトンは海洋食物連鎖の基盤であり、これが消えると、魚類や海洋哺乳類など多くの海洋生物に影響が及びます。プランクトンの死滅は小型の魚や他の海洋生物の食料源を減少させ、これがさらに大型の捕食者への影響を拡大します。例えば、クジラやイルカなどの海洋哺乳類は食料不足によって生存が困難になるでしょう。また、海洋生物の多くは特定の温度範囲で生息しており、水温の低下はその生息域を大きく変える可能性があります。太陽が消えた場合、人間社会に及ぼす影響は計り知れません。最も直接的な影響は食料供給の問題です。植物が光合成を行えなくなると、私たちの主要な食料源である穀物や野菜の生産が停止します。これは肉や乳製品を含む動物由来の食品にも影響が及び、世界的な食糧危機を引き起こす可能性があります。このような状況では、人類は代替食料源への転換を迫られます。可能な解決策としては、室内農業や水耕栽培など、太陽光に依存しない食料生産方法の開発が考えられます。また、昆虫や海藻、人工的に培養された肉など、新しい食料源の利用も必要になるかもしれません。エネルギー供給においても大きな変化が生じます。太陽光発電は当然ながら不可能になり、人類は他のエネルギー源への依存を強めることになります。化石燃料、地熱エネルギー、核エネルギーなどが主要な代替手段となるでしょう。しかし、これらのエネルギー源は限られた資源であり、また環境問題を引き起こす可能性もあります。最終的に太陽の消失は人類文明に長期的な影響を与えるでしょう。気候の変化、食料とエネルギーの不足は社会の構造を根本的に変える可能性があります。住居の形態、移動手段、産業構造など、私たちの日常生活のあらゆる面に影響が及ぶことになります。さらに、こうした変化は、国際関係や経済システムにも大きな変動をもたらす可能性があります。太陽が消えた場合、
地球の長期的な未来はどのようなものになるのでしょうか。まず、地球の温度はさらに低下し続けることになります。太陽の熱がなくなると、地球表面の温度は急激に下がり、最終的には氷河期に似た状態になるでしょう。この新たな氷河期は、地球の生態系に甚大な影響を与えます。広範な地域が氷に覆われ、生態系の多様性は大きく減少します。地表の生命は厳しい環境に直面し、多くの種が絶滅する可能性があります。しかし、生命は驚くほど適応力があり、すべての生命が絶滅するわけではありません。例えば、地下や洞窟に住む生物は、表面の厳しい環境から隔離された場所で生き延びる可能性があります。こうした環境では、微生物や昆虫、小型の哺乳類などが新しい生態系を形成するかもしれません。また、深海生物も生き残る可能性が高いです。深海は表面の気候変化の影響を受けにくいため、ここに生息する生物は相対的に安定した環境を保ち続けることができます。海の底にある温泉のような特殊な環境では、太陽光に依存しない生態系がすでに存在しており、これらの生態系は太陽の消失後も存続する可能性があります。このように太陽が消えた後の地球は、一部の生命体に生き抜くための新しい環境をもたらします。しかし、これは地球上の生命が直面する前例のない挑戦であり、私たちが知る地球の姿は大きく変わることになるでしょう。太陽は地球上の生命を支え、私たちの日常生活に不可欠なエネルギーを供給しています。このシナリオはあくまでも理論上のものであり、実際に太陽が突然消えるということはありえません。太陽は約50億年後にその寿命を迎えると予想されています。その時、太陽は赤色巨星となる過程を経て、その後白色矮星となると考えられています。この過程は宇宙の時間スケールで見ると非常にゆっくりとした変化です。この長い期間の間に太陽は徐々に膨張し、輝度が増していきます。最終的には地球の現在の軌道を超えるほど大きくなると考えられていますが、これは非常に長い時間をかけて起こります。この間に地球とその生態系は変化を迎える可能性がありますが、それはこのような突然の出来事ではなく、徐々に起こる変化です。太陽のこのような将来の進化を理解することは、私たちが宇宙とその中での地球の位置を理解する上で重要です。また、太陽という恒星の寿命と進化の過程を学ぶことは、宇宙の法則と自然界のダイナミクスについての私たちの理解を深めます。このような知識は、私たちが地球と太陽の関係をより深く理解し、未来への対応を考える上で非常に価値のあるものです。それでは、また次の動画でお会いしましょう。